はい。皆さん、こんにちは。ウニアトリエの加藤です。今日はですね、前に、マチエールを作ってみようっていう、そういう動画の中で、盛り上げ剤を使った、シェルマチエール。この時には大理石の粉を使ったんですけれども、ナイフでこう盛り上げてですね、こんな感じの、ちょっと光を斜めから当てると、デコボコ見えるかな。こんな感じのマチエールを作ってみました。で、今日は、これにですね、グレーズ、もしくはグラッシュとかね、おつゆがきと言われる、透明色を薄めてこう、かけるようなね、そういう技法というか、マチエール作りをやってみようと思います。でですね、もう一枚、用意しました。これは前回作った、粉の入ってるやつですね。で、これは、何も粉を入れずに、このね、アキーラ専用の、盛り上げ剤のみで、ナイフで、こんなすると見えるかな。ナイフでですね、デコボコをつけた、そういうテクスチャーの、似たようなサムホールのキャンバスボードになります。この2つをね、ちょっと試しに今日は、グレーズしてみようと思います。で、用意するものなんですけれども、今回はこれいってみようと思います。モーブ、レッドシェード、透明色の、ここですね、透明色の紫というかね、赤みの紫。そしてウルトラマリン。これと、あとバーントアンバー。これ不透明色って書いてありますけれども、ちょっとね、このブルーに合わせて使うと、いい感じなので、このあたりを使って、ちょっとね、おつゆがきというか、グレーズしてみようと思います。はい。あと、用意したのは、今回ね、断丸バニスってありますけれども、天然断丸樹脂。テカリを出す、そういう天然樹脂ですね。これを使ってね、やってみようと思います。あと筆は、これはね、タヌキの、ファン、扇形の、こういう形の筆があるんですね。柔らかい毛です。豚毛に比べると柔らかい毛。これを使ってグレーズしていこうと思います。はい。では早速いってみましょう。まずは、絵皿にちょっと断丸を出します。こんな感じで。で、そうですね。ちょっと、これ今33%ですね。33% なので、少しテレピンで薄めます。ターペンタインですね。ちょっと濃いので。これもう目分量ですけれども、今 20% くらい足した感じです。はい。で、まずここに、描画油というかね、グレーズするときのオイルを用意しました。その次に、絵の具ですね。そんなにね、グレーズするときにはいっぱい絵の具の量は使いません。結構ね、染め付ける感じなので、例えばこんな感じですね。はい、すごく伸ばして透明感強い状態で使います。ただこれだとちょっとね、赤み強すぎるので、少し調整しようと思います。何で調整するかというと、このウルトラマリンとバーントアンバー。この2つのね、色の組み合わせは非常に便利なので、よくこの組み合わせですね。この2つの組み合わせよく使います。この組み合わせで何ができるかというと、影とかの、影っていうと皆さんこう黒をね、混ぜればいいのかなってちょっとイメージしがちだと思うんですが、黒の代わりですね。ウルトラマリンとバーントアンバーを混ぜて、黒に近い色、そういったのを作り出します。影を表現するときなんかは、この2色を混ぜて、例えば、ウルトラマリンが多めだと、青みがかった冷たい感じの影色になります。そして、バーントアンバー、バーントシェンナもいいんですけど、
茶系の色が多めだとあったかい感じの影になります。はい、そんな風にですね、この2色を混ぜて、黒に近い色ができると。影色に非常に便利な色になります。で、今回はこのモーブ、紫色、透明色の紫ですね。これを少し入れてこんな感じですね。赤、青、紫にちょっと茶を入れたような、何色と言っていいのかちょっとわかんないですけど、こんな感じの色でグレーズしてみようと思います。で、前もって作ってあったこの凸凹の上にですね、色水を乗っけていきます。こんな感じで。染め付ける感じですね。見えますかね。こう、凸凹にこう、ちょっとこう、乗っかって、隙間に色が溜まるような、そんな感じになります。溜まってるの分かりますかね。はい、もうちょっとどんどんいってみましょう。はい、こんな風に色をのせて、はい、こんな感じですね。で、場合によってはちょっとね、拭き取ったりします。はい、ウエスを使ってですね、つきすぎたところ、色が濃くなりすぎたなぁなんていうところ、少しトントン叩いて拭き取ってやったり、こすってやったり。これで濃淡をちょっとね、わざとムラを作ったり、変えたりするんですけど、これちょっとウエスに緑色がついていたせいで、ちょっとね、緑がかったところもできましたね。こういったニュアンスもね、わざとじゃなくても、なんか感じが出てきたの分かりますかね。こんな感じで。はい。じゃあちょっとこれ置いといて、同じように、こっちもやってみましょう。はい。単丸をベースに、ちょっとテレピンで薄めます。こんな感じでですね。はい。こう、隙間に色が溜まってるの分かりますかね。で、わざとこう、ムラを作ったり、色をね、色ムラですね。青みが強いとか赤みが強いとか、場所によってちょっと変えたりしながら、ちょっとね、画面上にこう、ニュアンスというか変化差を出してあげます。均一になりすぎない方が面白い表情になるかと思います。で、場所によってはちょっとこう拭き取ってみたり、叩いてみたり、こんな感じで。どうでしょう。はい。少しなんか浮き上がってきたの分かります。最初の凸凹ね、ホワイトだけで作ってたんで、あまり変化なかったと思うんですが、こうやってグレーズしてみると、凸凹が、隙間にね、こう、色が詰まっていくというか、染め付けられるような感じで、はい、さっきのと比べてみましょう。こちら側はこんな感じ。結構砂のような字なのでね、凸凹の隙間にこう入り込んで、ちょっとね、色が濃く見えるところと、ツルツルしたところは、絵の具がこう弾いて白っぽく見えてたりする。こんな風なニュアンスですね。こんな風にして、おつゆ書きとかグレーズ、主に白っぽい字に対して、色水、今回は赤系、青系、赤系の紫、
青系のウルトラマリン、茶系もちょっと入れましたけれども、そういったのを使って、少しね、表情を出してみました。こんな風に、ただナイフで塗っただけだとデコボコ見えにくいので、乾いた後でグレーズをしてみるっていうのは結構よくやる手法というかね、皆さんもこのグレーズ自分の絵に使ってみてください。今回作ったこのサンプルっていうかね、壁みたいなやつですけど、これまたね、後日何かに使っていこうと思うので、楽しみにしていてください。はい、それでは今日は、グレーズのやり方、おつゆ書きですね、のやり方についてお話ししました。それではまた。